はい、今日はピーマンカニカマ紹介していきます。材料切って混ぜるだけの簡単レシピですが、ポイントがね、2つあります。ピーマンをふわふわに細く切ること。そして、ピーマンが水っぽくならないように、食べ進んでるうちに水が出てきてべちゃべちゃになっちゃわないようにね、混ぜるポイントありますんで、こちらの方参考になさってください。今日使うピーマンは、バラピーマンです。バラピーマンなんぞや。これはね、八百屋用語なので、こちらの動画で詳しく喋っております。ぜひ生で今日はね、ピーマン食べるんで、バラピーマン用意してください。ピーマンは1つ 50g、2つで 100g。これを基準にやっていきます。カニカマは棒のね、安いやつ。10本入りで100円ぐらいで売ってるやつです。これを4本使っていきます。味付けのベースは僕の大好きな味の素さんの中華味。これをベースにやっていきます。あとね、ごま油、醤油等を使っていきます。細かい材料概要欄に貼ってありますんで、そちら参考になさってください。それでは早速作っていきます。はい。では、ピーマン切っていきます。バラピーマンをぜひね、使ってください。縦に半分に切っちゃいます。そして、中の種、これね、抜いてください。手でちぎるようにね、取ってもらえればいいかなと思います。種のところ、味が染みて美味しい、ふわふわね、美味しいようなレシピありますが、種はね、何とも言えない。僕はちょっと苦手なので取らせてもらいます。食べたいって方いらしたら、そのまま使ってください。はい、ということで、今日はね、ピーマン縦の千切りスライスにねしていくので、この状態2つ重ねて、千切りしてってください。細く、そして長く、これが美味しいポイントになりますんで、このね切るところがもう味決まっちゃいますから、切るところでね、この切る作業ゆっくりでいいです。丁寧にね、細く細くこう切ってもらえるといいかなと思います。よいしょ。最後が、よし、OK。はい、こんな感じです。はい、カニカマをね、こんな感じになるように手でこうね、裂いてやってください。避けるチーズ食べるときを思い出しますね、これ。ピッと避けるとね、気持ちいいです。手でね、こう、ギュッてここ、力入れて、潰すとほぐれたりします。まあ、いろんなやり方でね、ほぐしてください。切るよりは、こうね、細長いまんま、ピーマンにね、絡みやすいので、手でね、ちょっとやってもらえるといいかなと思います。材料切り終わったんで、和えていきます。ピーマンの水が出にくくなるポイント。最初にごま油、これを絡めてやります。大さじ1杯分のごま油。ピーマンのこの切れた一本一本の周りに油がコーティングされることによって、塩味、甘み、このね味が入るのを防ぎます。コーティングするんでね。そうすると水分がね、多少出にくくなるかなと思います。半日とか1日経てば水は出てきます。ですがこれあえてすぐ食べるので、食べ進んでるうちはね、水分出にくくなるかなと思います。ごま油から絡めるというのがねポイントになります。ごま油絡め終わったらカニカマ入れちゃってください。カニカマにごま油コーティングする必要がないので、ごま油を絡め終わってからね、カニカマの方は入れてやってください。そこに、はい、中華味です。僕の大好きな小さじ1杯です。よいしょ。そして、醤油。これも小さじで OK。よいしょ。中華味の中にね、塩味入ってるんで、オイスターソースとかね。なので、こう、塩味はそんなに入れなくても OK かなと思います。はい。リンゴ酢。これポイント。ちょろっとだけ。数滴垂らしていただければそれで OK。はい。これで混ぜるだけで今日は終わっちゃいます。早いな。どうするよし、OK。はい。お皿に盛ってもう終わりです。今日は。
はい、最後、いりごま。ちょっと上からかけてやりましょう。混ぜ込まない方がいいかなと思います。ごまごましくなっちゃうんでね、上からパラッとね、かけるぐらいがちょうどいいかなと思います。はい、今日のピーマンカニカマ、これにて完成になります。はい、ではピーマンカニカマ早速いただいていきます。酒のつまみなので、今日はね、芋焼酎、キザルやらせてください。ロックでいかしていただきます。よいしょ。これ飲みたいだけだろうっていう感じの動画になっちゃってますが、切って混ぜただけだろうみたいなね、なってますが、キザル、香りがね上がってくるのがねめちゃめちゃいいよね。ちょっと先に飲ましてもらいます。いただきます。ああ、いいね。よし、じゃあ早速本題、ピーマンカニカマ。ピーマンとカニカマをつまんで、こんな感じかな。はい、じゃあいただきます。うまい。うまいよ。最高のつまみで。ピーマンめっちゃうまいね。わあ、ピーマンを生で食べるっていうのを初めてねやったのがね、市場ですね。市場で産直のピーマン、箱からねもう開けただけのやつ、かじらされました。どうだ、うまいだろうって感じでね、これかじってみろと、かじったらね止まらないんですね。ピーマンうまくて止まらない、リンゴ食うみたいにね、ガブガブとかじってね、その場で中の種のところ、ヘタとね種くっついてますから、あそこのとこだけ残してね全部ね完食しちゃったんですね。朝の何時だろう、5時とか6時かな、市場でね食べまして、衝撃を受けました。生のピーマンこんなにうまいのかと、そこからですね、バラピーマン、の動画、あれのね、発端となった、出来事かなと思います。ピーマンは必ず生で食べるやつはね、バラピーマン探してください。全然違いますから、肉厚であり、大きさであり、甘みであり、ジューシーさでありね、全然違いますんで、ぜひともバラピーマンの動画を、この動画とね合わせて、参考にしていただければと思います。ピーマンはねほんとめちゃめちゃうまい。大好きですね。はい、ということで、一旦閉めてね、本格的に飲み始めたいと思います。ということで今日はピーマンカニカマ紹介させていただきました。酒のつまみに速攻レシピとしてね、もうこれ絶対うまいんで、塩昆布と混ぜる無限ピーマンとかね、ありますが、僕ねカニカマが結構大好きなんで、このレシピね、好んで作っております。ぜひとも参考にチャレンジしてみてください。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。